皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2026年6月27日、ヨーロッパツアーからの凱旋帰国後初の球児としてブルーライブ広島で開催されましたバンドメイドワールドツアー 2026Day12 に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。といってもヨーロッパツアーの動画作成に時間がかかってしまい、だいぶ遅れての公開になってしまいました。しかも後で状況はレポートしますが、メモをほとんど取れない状況で記憶勝負になりましたので、あまり詳細なレポートはできておりませんし、周回遅れを取り戻すためにも少し簡潔にレポートする形にさせていただきますという言い訳をしておいてレポートに入ります。今回のブルーライブ広島でのお給仕はヨーロッパツアーでパワーアップしたであろうメイドさんたちの日本ツアー再開初日となるお給仕になります。しかしサイちゃんがパワーアップしすぎたのか、まさかの台風が2つ同時に日本直撃とかとんでもない状況になります。2つ同時ということでなかなか進路とかが予想通りではなく、やきもきしましたが、なんとか台風前の大雨は前日で一旦小康状態になりましたので、小雨が降る中、お給仕当日の6月27日朝から広島に向けて自宅を出発します。ということで新幹線で新大阪から広島へ向かいますが、今回予約した山陽新幹線のみずほはシートが大きくてゆったりしているので嬉しいです。広島駅に着くと雨も止んでいました。この最近のサイちゃんの直前まで大雨を降らせるけど当日は大丈夫という絶妙な采配に敬意を表したいと思いました。広島駅に11時過ぎに着いて、広島駅でさっさと適当に昼食を済ませて、最近駅の2階に直結となった広電の駅から海岸線に乗って会場最寄りの海岸通り電停を目指します。X のポストで先に行かれていた方のポストで、降りる時だけ IC カードタッチでいいという情報を入手していたので、スムーズに乗り降りできました。こういうの地味にありがたいです。40分ほどで海岸通りに着いて、そこから5分ほど歩き、13時頃にブルーライブ広島へ着きました。ブルーライブ広島は中四国最大の海辺のライブハウスということで、シーサイドのシチュエーションがなかなかおしゃれな感じです。まだ人はほとんどおられませんでしたが、多分早く疲れた方たちは近くで食事とかされてたようです。今回は13時半の先行物販チケット A78 をゲットできていましたので、13時半に物販列に並びます。で、気になった浮世絵 T シャツといつも通りのご当地 T シャツとくじを10枚購入します。くじの結果は外れなしなので全部当たりですね。物販買ったらもう14時過ぎくらいになりましたので、広電で広島駅に戻って広島駅近くに取ったホテルにチェックインして荷物を置いて、手ぶらで再度会場へ広電で向かいます。16時過ぎに会場に着くと、さすがにたくさんご主人様お嬢様が集まっていました。16時45分から会場待ち列が作られます。今回の私の正番は A100 番とキリのいい正番でしたので、200番までの列の真ん中あたりで会場を待ちます。それでいよいよ会場となって順番にチケットを見せて、ドリンク代600円をドリンクチケットに変えてもらって会場に入ります。ここブルーライブ広島は入るときにそのドリンクチケットを強制的にドリンクに交換する仕組みのようでした。ペットボトルや缶を持って入るのが嫌だったので、チケットを渡しましたがドリンクはもらわずに会場に入りました。会場に入ると3列くらい埋まっていましたので、ヨーロッパツアーでは小鳩3枚上手下手でしたので、今回はほぼど真ん中の4列目くらいのサイちゃん前に位置取りました。珍しくフロアがカーペット敷きです。聞くところによると座席設置が基本だからみたいです。あとステージが低くて50センチくらいしかないので、メイドさんたちを近くに感じられそうです。ただドラムが台上じゃなくて直置きでしたので、あーちゃんは見えづらい感じでした。なんか久しぶりのフラッピーピジョンが置かれているのも感慨深かったです。それでよく見るとバックドロップがツアーの旗じゃなくてリボンのシンボルマークです。なんか会場の都合があったんでしょうか。周りに知り合いの名士様がたくさんおられましたので、いろいろ話したりしていると、会場のスタッフの方がペットボトルや空き缶の回収に来られました。なるほど、こういう仕組みか、ならドリンク交換しておけばよかったとか思いましたね。それでいよいよ帝国になって BGM が止んで、会場の照明が落とされ、久しぶりの日本での球児に会場は手拍子と歓声で盛り上がります。そこに流れてきた SE は途中で仙台の時の安心ワールドのやつと気づいたのですが、冒頭のミンチョの声はまた聞き逃してしまいました。それでいつも通りあーちゃんを先頭にミサさん、ミンチョ、小畑さん、サイちゃんがステージにしてきて、大歓声とメンバーの名前を叫ぶ声が飛び交います。新衣装です。その新衣装のメイドさんたちが定位置について水位が終わり、嵐の前の静けさとなります。日本ツアー再開の1曲目はミンチョのリフで始まりました。ドミネーションです。ここで嵐のように後ろから横から超絶圧縮が来ます。もう手を上げるのも当然下げるのも難しいくらいになりますが、もみくちゃになりながらちゃんとで拳を上げながらおいおい叫びます。
いつの間にか3列目くらいになっていましたので、まさに目の前という状況で歌うさえちゃんを拝みながら、前後左右の方と密着して下ろせない腕を上げたまま盛り上がります。このもみくちゃ感久しぶりです。ということで、この日はメモを取るということを諦めました。前すぎてほとんどさえちゃんしか見れない状況でしたが、そのさえちゃんがちょっとチーク濃いめだったからか、なんか可愛くてついつい見とれながら手を挙げて盛り上がります。前方は完全密着状態で、前へ後ろへ横へと揺れる感じで盛り上がります。B メロでの一拍かけてのちゃんとの声もすごかったですし、当然サビでのハローハローのコール&レスポンスもものすごかったです。ギターソロの時はミンチョが真ん中に来てくれたので、ミンチョも目の前で拝むことができました。あまりのぎゅうぎゅう具合にあっという間にドミネーションが終わった感じでした。続けての2曲目はスーパーサンシャインが来ました。ということで、基本はヨーロッパツアーのセットリで来るのかなとか思っていると、メイドさんたちが前方に出てくるイントロで再圧縮が来ます。腕は前の人の肩の上に乗せるしかない状況で、イントロで思いっきりのチャントになります。いつの間にか周りは知り合いの名手様ばっかりになっていたので、気兼ねなく密着したまま手を振り上げて声出して盛り上がります。私の右手がちょうどスキンヘッドの海外の名手様の頭に当たる感じになってしまい、申し訳なかったのですが、頭と腕が密着する感じで盛り上がりました。ミサさんのベースソロの時にはなんとか顔を下手に向けてミサさんのベースソロを群衆の頭の間から見る感じになりましたし、小畑さんはかなり近くにいるのですが、たまにしか見えない感じでしたので、もう目の前のさえちゃんを見続けることにしました。ミンチョとあーちゃんは見えたらラッキーという感じです。でもこのもみくちゃ状態でもスーパーサンシャインはやっぱり楽しいです。小畑さんのシャウトも楽しみながら思いっきり声出してちゃんとして、体が斜めになる感じにもなりながら、アウトロも思いっきり楽しんで曲終わりで歓声を上げます。となると予想通り3曲目はチューズミーでした。無理やり両手を上げて手拍子でサイちゃんのボーカルを楽しみます。イントロに入るとそのまま左手は前の人の肩に置いたまま右手でちゃんとの手を振り上げておいおい叫びます。1メロに入って手を下ろしますが、両腕とも胸の前までしか下ろせない感じですね。でもチューズミーということで若干落ち着いた感じになって、体を動かしながらサイちゃんのボーカルとバックの演奏に聞き入ります。でも B メロに入ってのチャントやサビになるとまたカオスな状態になっていきます。でもミンチョのギターソロは目の前でしたので、なんとか腕を振り上げてちゃんとしながら楽しみます。C メロもなんとかって感じで両手を上げて手拍子してラスサビに突入します。チューズミーってあんまり激しくないミドルロック曲だと思っているのですが、メロディアスなので体が勝手に動きます。なのでこのぎゅうぎゅうな状態だと満員電車で揺られているような感じになります。まあ満員電車と違って気持ちいいぎゅうぎゅうなんですけどね。最後のミンチョの2回目のギターソロのところも思いっきりちゃんとしながら素晴らしいソロに聞き入ります。曲終わりで耳が痛くなるほどの大歓声が上がります。4曲目はプレイが来ました。このぎゅうぎゅう状態でのプレイはなかなかの修行ではありましたが、その分楽しさも増します。イントロでみんなステージの前に出てきてちゃんとになりますので、さらに圧縮が来て前後が入れ替わったり右に左に揺さぶられたりしながら腕を振り上げてちゃんとの声出します。 B メロと言っていいのか、そこのあーちゃんの繰り返されるドラムフィルは本当にたまりません。プレイとかシャウアウトとかはもちろん、サビのイエイ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 ウォウウォウウォウはものすごい音量で前後左右から発せられます。まあラーララララララもですが、とにかくもみくちゃな状態にこんなにぴったりの曲はないとか思いながらちゃんとで声出してコール&レスポンスして腕振り上げて楽しみました。2メロも当然カオスな状態でサイちゃんのボーカルを、小畑さんのコーラスを、ミンチョのかっこいいリフを、リサさんの迫力のベースを、あーちゃんの素晴らしいドラムフィルを聴きながら盛り上がって、サイちゃんと小畑さんのシュッキバーデハンザーから下から見上げるサイちゃんのセイの煽りの時の表情は本当に最高でした。もう思いっきりコール&レスポンスして声も出し切る感じで、アウトロでもちゃんとして曲終わりの大歓声になります。はぁはぁなってるところに響いてきたのは5曲目となるあーちゃんのドラムフィルからリサさんのベースにつないで始まるダイスでした。ここの最初のベイドラセッションみたいなところ、通常より長く感じましたが多分そうだったはずです。そこで大歓声が上がる中、ミンチョのリフが加わってイントロに入って会場はまた大興奮で全力のチャントに入ります。ここまでドミネーション、プレイ、ダイスとワールドドミネーションから3曲を入れてきてますし、同時期のチューズミーも入ってますから、結構昔の曲をやってくれている感じですね。なんか可愛いサイちゃんに向かってサビで思いっきりシンガロングするのも楽しすぎて絶対笑顔になっていたと思います。ダイスはちゃんとも手拍子もシンガロングするところもたくさんあって一緒に楽しんでる感がすごいです。あーちゃんのドラムはずっと素晴らしいですし、リサさんのベースソロから繋がるように入るミンチョのギターソロも最高すぎます。もみくちゃになりながら声出して腕を振り上げて手拍子してたら軽くトランス状態みたいになりました。ラッサビも思いっきり楽しんでアウトロに入って思いっきり全力のチャントになりますが、アウトロも長かったような気がしました。
その長いアウトロも全力で楽しんでかっこよく曲終わりになって大歓声となります。体は疲れましたが心地よい疲れなので気持ちいい感じです。続けての6曲目はなんと愛してるシークリベンジでした。今回はミサさん選曲の曲が入っているということでしたので、これだなと思いました。なんせ私にとってこの曲はミサさんのベースを聴くための曲と、これまでの動画でもずっと言ってますからね。この曲はフランクフルトでやったみたいですが、私は帰宅できていませんでしたので、私にとっては2024年10月の福岡ビートステーション以来です。B メロのさえちゃんのボーカルと小鳩さんのコーラスが掛け合いみたいになるところ好きなんですよね。あとミサさんのベースが素晴らしいのは言うまでもないのですが、忍者のギターソロの時のアーチャーのドラムも凄まじい感じで大好きです。ソロの時のアーチャーのドラムって目立たずにソロを押し出すパターンのやつと一緒にセッションやるような感じのやつがあって、どっちも好きなんですが、このセッションパターンの方がより好きなんです。ということで私的にはミサさんのベースを聴く曲はそうなのですが、密かにアーチャーのドラムを聴く曲でもあります。最後はイントロと同じく素晴らしいミサさんのベースが際立つアウトロで渋い締め方の曲終わりとなって書き回しになります。書き回しの中、さえちゃんのありがとう広島ももらって曲終わりになります。ここで1回目の MC に入ります。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽ日本広島っぽただいまっぽで大歓声が帰ります。僭越ながら私も同じ気持ちです。もともとさえちゃん前くらいにいたはずだったのですが、気づいたらほぼ中央くらいまで移動してしまってましたので、小鳩さんは目の前という状況でした。小鳩さんが何か言って、さえちゃんがその小鳩さんの言葉を捉えて、寒いとか言ってきます。なんか小鳩さんが寒いこと言ったんでしょうね。小鳩さんは、そんなことないっぽ、こんなに暑い夜を迎えられて嬉しく思いますっぽとうまく返して、また会場から歓声が上がります。その暑さは前の方がぎゅうぎゅうに詰まっているからということで、小鳩さんがその様子を見て、このぎゅうぎゅうな感じ、嬉しいことにソールドアウトっぽーと叫ぶので、またまた大歓声になります。あまりのぎゅうぎゅうさに小鳩さんが、ちょっと後ろに行けるっぽーと気遣ってくれて、久しぶりに小鳩さんの一歩っぽーが聞けました。最近のラジオで小鳩さんが、ポが最後につく単語にはポはつけないポとか言ってたと思うのですが、これは例外のやつですね。小鳩さんもめったに言わないポとか言ってたと思います。で、まあ後ろに下がったかというとあんまり変化はなかったですが、全然問題ないです。で、小鳩さんの健康が第一なので苦しいってなったら周りの人に助け求めるっぽように拍手となります。それで SE の話になってさえちゃんがどっかで流したやつ、仙台だっけ安心ワールドのやつでかなみちゃんの声が入ってるやつですみたいに紹介してくれます。ミンチョがマイクの前で安心ワールドで再現してくれます。なんかうまくいかなくて何回も撮り直したらしいです。そういえば仙台でさえちゃんがネタバレ後にもう一回やるかもとか言ってたのに、私は今回も聞き逃してしまいました。で、ミンチョがどうでしたかって言ってきたので会場は大歓声に包まれます。ミンチョもさえちゃんも懐かしいとか言ってましたね。それで新衣装の話になって日本では初めてということで会場からまた大歓声が上がります。ステージ上でみんなポーズをとって新衣装を見せてくれます。あーちゃんがドラムの後ろにいたので、さえちゃんが後ろの人見えないからということであーちゃんをお立ち台に立たせます。なので私からすると本当に目の前であーちゃんの新衣装をじっくり拝めました。どうも腕を上げるとお腹が見えるということで、みんなが手を揺らしながらモザイクみたいな感じで隠すのですが、その隙を狙ってあーちゃんが両手を上げたので、目の前のあーちゃんのお腹がバッチリ見えてしまいました。次はミサさんということでミサさんがお立ち台に乗ります。上着はジャケットのような感じなのですが、インナーがメッシュのシースルーな感じでかなりセクシーな感じでした。サイちゃんが自分のことは棚に上げてメイドなのかとか言ってましたが、確かにメイドというより執事のような感じの衣装に思えました。でも小鳩さんがバンドメイドのメイドとは何ぞやみたいな感じっぽーっと弁明してましたので納得しときました。でも小鳩さんが殺し屋の方だっぽねとか言ってその設定をぶち壊してました。長い紐のようなベルトのようなものがついていて、より武器みたいっぽねとか言ってさらにメイドから遠ざけてました。で、ミサさんが後ろを向いて後ろ側も見せてくれて、そのベルトみたいなのがかっこよかったです。で、次はサイちゃんということでサイちゃんがお立ち台に立ちます。サイちゃんがスカートの端に毛みたいなのがいっぱいついてるのを見せてくれて、鳥ですとか言って笑いが起きます。なんかすぐ抜けてしまうようで、サイちゃんがヨーロッパツアーでこの毛が落ちて撒き散らかしてきたみたいに言ってまた笑いが起こります。あとカチューシャについているトゲトゲを見せてくれました。前の衣装は肩のところとかについていたのがカチューシャに移動したんですね。初めて気づきました。で、そのまま小鳩さんの番になります。
エプロンに小鳩と書いてあるのを見せてくれましたが、これはさすがに知ってました。あと、さえちゃんが説明してくれるのですが、生地がシンボルマークのリボンの柄でできているとのことで、これは知りませんでした。でも、そうやって衣装を見せてくれていた時に、後ろのリボンが外れてしまったようで、さえちゃんが、メイドさん、誰かメイドさんいませんかみたいに言って会場から笑いが起こります。確かミサさんとあーちゃんがリボンを直してたら、小鳩さんがメイドさんの衣装をメイドさんに直してもらってますっぽーみたいにうまいこと言ってました。直してる時の少し会場も静かになったそのちょっとしたタイミングで会場から肩幅広って声が上がります。小鳩さんはやめてっぽ、今言うタイミング一番ダメっぽ、気づいちゃうっぽと突っ込んでました。あとカチューシャにチェーンがついていて可愛いというのも紹介して見せてくれてました。で、最後はミンチョということで、ミンチョがお立ち台に立って、I'm Kanami, nice to meet you, please call me ミンチョみたいにまだヨーロッパにいる体で英語で挨拶するというボケをぶち込んできます。まあ、サイちゃんからちゃんと日本ですのツッコミが入って日本語に切り替わります。で、ヘッドドレスの話になって、サイちゃんがアーシャでつけてたチェーンはライブでは危ないから外させてもらってますみたいに説明してくれます。ミンチョは本当に美しくて、いつも素敵な衣装を作っていただきまして嬉しくてと優等生みたいなことを言っていたと思うのですが、突然今日も一緒にギター弾きたいと思いますみたいに叫んできたので、会場から笑いと歓声が起きます。ということで、全員の新衣装の紹介が終わったので、サイちゃんのサクッとグッズ紹介しときますでグッズ紹介に入ります。まずは新浮世絵 T シャツの紹介で、小鳩浮世絵第2弾ということで、小鳩さんのギターは新しいシグネチャーギターになってますっぽーに拍手と歓声が起こります。ちなみにそのシグネチャーギターですが、私はこれまでスターリーピジョンと言ってましたが、ピジョンズってちゃんと S つけるんですね。覚えました。で、サイちゃんはもう、あとはいろいろですとか言い出します。小鳩さんも驚いてましたが、そうはいかないので、ツアー T シャツの説明になりました。サイちゃんが10月の北米はまだ日程発表してないので前のままだけど日程がバッグに入ってますみたいに説明するのですが、会場の反応が薄かったのか、知ってるって顔するなよとか言ってきて会場から笑いが起こります。続けてご当地 T シャツの紹介になって、サイちゃんが本日の色は赤ですみたいに言って、私とあなたが思う赤は一致するかなと脅してきます。で、サイちゃんが会場に向かって何の赤でしょうかって聞いてきて、当然会場からカープの声が上がりますが、サイちゃんは勝ち誇ったようないたずらっ子のような顔で、ブブー紅生姜です、お好み焼きの紅生姜ですとか言ってきます。でもここは広島の地です。それを指したのかサイちゃんはカープ大好きと付け加えてきます。会場からは笑いと疑いの声が上がります。それを受けたサイちゃんは、なぜ私が他球団を嫌うかというと、阪神タイガースを推しているからですみたいに、なんかいいこと言ったみたいに言って会場から笑いが起こります。小鳩さんからヨーロッパ行って強めの愛を確認しましたっぽねみたいに振られて、サイちゃんはヨーロッパ行くぞってなった時に阪神勝ったんだよね。で、負けて一緒に頑張ろうなみたいによくわからないことを言ってました。そんなことをやってる時にあーちゃん、ミサさん、ミンチョはおしぼりで何かの形を楽しそうに作ってましたね。で、9時の話になって軽く外れなしみたいに雑に紹介してグッズの紹介終わりますと終わらせてました。で、小鳩さんとさえちゃんがおしぼりで遊んでる3人に気づいて、どうもペンギンを作っていたようで、さえちゃんにおしぼりでペンギン作るなと突っ込まれます。あーちゃんが手に持って満足そうな笑顔で前に出てきて見せてくれます。でもさえちゃんに戻ってライブ進めたいからと怒られます。さえちゃんはヨーロッパ行って制御が効かなくなった、ちゃんとしてとか言って会場から笑いが起こります。ということで自由な時間は終わって締めに入ります。でもなんか楽器を鳴らしたりするので、小鳩さんに乗り方がなんか違うっぽ、やめなさいっぽと怒られます。で、気を取り直した小鳩さんの今日も素敵な夜にする準備はできてますかっぽに会場は大歓声で答えて、楽しんでいきましょうっぽ、ようこそバンドメイドのお給仕へで次セクションに入ります。サイちゃんがステージからはけるのが見えましたので、 MC 明けはこれもヨーロッパツアーと同じく小鳩曲でスタートしそうです。ということで MC 明けとなる7曲目はさよなきどりでスタートしました。会場は手拍子で迎えます。イントロに入るとミンチョの幻想的な感じのギターリフとあーちゃんの激しいドラムに会場はちゃんとで盛り上がります。1メロに入って小鳩さんが歌い出しますが、私はといえば結構真ん中に移動してしまってましたので、センターで歌いギターを弾く小鳩さんがほぼ正面になっていました。だからなのか小鳩さんがこっち見てくれたという妄想が記憶に残ってました。このさよなきどりは当然私的に大好きな曲なのですが、なぜか熱烈にこの曲を愛するお名手様が来られてない時に限ってセトリに入るというイメージがあります。あとサビに入る前のあーちゃんのドラムがたまらなく好きなので、ほとんど顔しか見えないあーちゃんを頑張って視界に入れて楽しみました。
その2サビ終わりで小畑さんがたまらない感じの表情で歌う C メロからお立ち台に乗ってのリズムギターソロです。小畑さんが笑顔でちょっと首を振りながらギター弾く姿好きなんですよね。後ろで優しい笑顔で見守るように見ているミンチョも素敵です。最後の小畑さんの高音マックスのところは娘を見守る父の心境です。娘いませんが、無事歌い終えた小畑さんに思いっきり歓声を上げて担当で大声上げながらミンチョのたまらないギターフレーズを味わって曲終わりで大歓声となります。小畑さんがギターを持ち替えます。そういえばこの時もそうでしたが、ヨーロッパでは曲前にチューニングする光景をたくさん見ましたが、さすが日本ではギターを複数準備できているのでギター交換を頻繁にやる感じになってました。それで始まった8曲目はオンセットでした。最初のあーちゃんの激しいドラムとユニゾンみたいなギターベースのフレーズが続々きます。イントロ的なところでちゃんとになりますが、ここのあーちゃんの16ビートのハイハットとドドッドッドって感じのバスドラがたまらなく好きです。しかしこのオンセットはヨーロッパツアーではやってくれましたが、日本では2025年2月のリキッドルーム以来と久しぶりなので、会場に来られていたご主人様お嬢様は嬉しかったんじゃないでしょうか。A メロの時のあーちゃんのドラムもいいんですよね。B メロの変則的なリズムのセクションを目の前で味わって、サビのミンチョの綺麗なタッピングフレーズも楽しみます。サビ終わりからの感想で小畑さんがお立ち台に乗ってギター弾いてくれたので、目の前で笑顔でギター弾く小畑さんをバッチリ拝めました。2メロはやっぱりあーちゃんのタムフレーズです。少し長くなる B メロの最後のところのドラムもいいんですよね。2サビ終わりでミサさんのベースソロになりますが、右側から圧縮が来てミサさん側に押し出されます。なので少しだけミサさんが見やすくなって歓声も上げてたら、今度はミンチョのソロで右に動くって感じでした。最後の小畑さんのソロからあーちゃんのドラムソロは目の前でしたので、思いっきり声上げながら堪能できました。最後は心動かされるようなラッサビと最後の余韻を楽しむアウトロからあーちゃんのかっこいいドラムの締めで曲終わりです。やっぱりオンセットは最高です。ここでミサさんが前に出てきてゆっくりとディストーションの効いたベースを弾き始めます。ベイドラーセッションです。ここはぎゅうぎゅうの会場も一旦落ち着いてミサさんのベースの素晴らしい音色に集中する感じになります。あーちゃんのドラムもゆっくり入ってくるので、まだまだ会場は落ち着いた感じです。でもミサさんのベースとあーちゃんのドラムがだんだん激しくなると歓声が上がりだし、ミサさんのベースがスラップになって小畑さんとミンチョが煽り出すところあたりからはもうぎゅうぎゅうの会場から上がるちゃんとの声と振り上げる手で騒然となります。サイちゃんがステージに戻ってきてベイドラセッションが終わると同時に小畑さんが息を吸い込んでの強烈なシャウトで9曲目となるトワヤモアに入ります。しかし以前にも言った気がしますが、トワヤモアがこんなに定番曲になるとは思いませんでした。ダウンロードフェスでも披露してましたしね。もちろんめちゃくちゃかっこいい曲ですし大好きな曲なんですけど、私的には何か知る人ぞ知る名曲みたいなイメージを勝手に持ってたんですよね。なのでなんかこっそり楽しんでた宝物がみんなに見つかってしまったみたいな感覚になります。そのかっこよすぎるイントロで思いっきりシンガロングして1メロに入って目の前でド迫力で歌うサイちゃんを堪能して、サビではぎゅうぎゅうの状態ですので前の人の頭にぶつけないようにヘドバンしてシンガロングして、もう熱すぎて湯気が立つような感じになってました。2メロも基本視界に入るサイちゃんを見ながら楽しみます。2サビも気をつけてヘドバンしながらシンガロングして熱さもあってクラクラしてきます。2サビ後のミンチョのギターソロは姿は見えずでしたが耳で楽しんで C メロを挟んでラッサビです。ラッサビのあーちゃんのバスドラとなんとか見えた小畑さんのシャウトも味わって首振りながらシンガロングします。サイちゃんのシャウトみたいな最後のボーカルからアウトロに入って思いっきりシンガロングして曲終わりの大歓声となります。10曲目はなんとここで新曲の刑事が来ました。大歓声が上がります。こうやって新曲の初披露の行事に立ち会えるのは本当に特別な感覚になりますし、すごく得した気分にもなります。音源を聞いた時から思ってましたが、やっぱり欲求時で聞くとめちゃくちゃかっこいい曲です。X のポストとか見ていてもシングルの3曲の中でこの刑事が一番ハマったというポストが多かったような気がします。しかしトワエモアからの刑事ってなんかメイドさんたちの違う面を、しかもこんな素晴らしい角度からの眺めもあったんだ的な面を見せてくれているような感覚になりました。サイちゃんは自身で作詞のかっこいい歌詞をきっちりめちゃくちゃかっこよく情熱的な感じで歌ってますし、ミンチョのギターは激しいですし、あーちゃんのドラムはシャープな感じです。もちろんミサさんのヘビーさを演出するようなベースラインや小畑さんのコーラスのギターも素晴らしいです。感想とかほとんどヘビーメタルと言ってもいいように感じます。でもミンチョのバックのリフはバンドメイドなんですよね。ちなみに会場はいきなり自然にちゃんととか手拍子とかやってました。このご主人様お嬢様が自由に楽しむけどなんか一体感が最初からある感じも大好きです。ミサさんの短いけど渋いベースソロから C メロを挟んでミンチョのギターソロに入るところとか、
その後のブレイクからラッサビに入るという構成はバンドメイドを感じられます。これからお給仕で演奏されてどんどん育っていく曲になりそうです。曲終わりで大歓声が上がる中、サイちゃんがキーボードの前に立ちます。ということはそうです。11曲目はロック&ロードでした。サイちゃんのキーボードの音色と激しいあーちゃんのドラムでスタートです。これまでのインスト曲は小鳩曲とセットという感じでしたが、このロック&ロードはサイちゃんもキーボードを弾くので悟りの自由度が増したように思います。大好きな B メロのあーちゃんドラムとキーボードギターの演奏をちょっと飛び跳ねる感じで聴いて味わって、サビで弾けたように手を振り上げて楽しみます。サビでサイちゃんとあーちゃんが見つめ合ってなんか笑ってました。サイちゃん完全に余裕ですね。2メロはサイちゃんのキーボードソロとミサさんのベースソロが A メロみたいになって B メロに入る感じになりますが、この B メロの最後のサビに入るのではなくて一旦終わらすみたいに変化するところが本当に大好きです。で、終わったんじゃなくてミサさんのベースソロから小鳩さんのリズムギターソロにつなぐソロパートが始まるという構成です。素晴らしいです。それでミンチョのギターソロからカオスな全員ソロみたいになってラッサビに入る構成も完璧です。アウトロも盛り上がっていく形になっているので、思いっきり盛り上がったところで曲終わりになるのも秀逸です。現時点ではこの曲でしか味わえないサイちゃんのキーボードも入った吹き回しになって大歓声が上がります。ここで小鳩さんがまた素早くギターを持ち替えてました。12曲目はプレゼントパーフェクトでした。サイちゃんがキーボードの前からステージのセンター、私的に目の前に出てきての冒頭のロングトーンです。本当に目の前で浴びれて感動しました。ここのコード進行は神がかってると思います。神がかってるといえば曲構成もリズムもメロディーも編曲も全て神がかってる曲だと私的には思っています。全体的にはエモい曲なのにイントロとか感想アウトロは激しめにしているのもそうです。小鳩さんの書いた歌詞に至っては曲タイトル通りバンドメイドのこれまでの足跡とこれからの方向がすごく洗練されたかっこいい言葉や遊び心も入れたような言葉で紡がれているのは本当に神がかっています。ステージ前方でもみくちゃになっている私を含むおっさんたちも目に涙を浮かべながら歌に演奏に聴き入る感じになります。1メロ2メロとその素晴らしい演奏とボーカルを堪能します。2サビ終わりでその最高の状態にさらに追い打ちをかけるように短いドラムソロとベースソロをぶち込んでミンチョの超絶かっこいいギターソロという構成も全部乗せみたいになっていますし、しかも綺麗に全部乗ってる感じです。素晴らしいです。ここまでモリモリなのにまだ本当のクライマックスをこの後に残しているという贅沢さです。ソロパート終わりから落ちメロとなってそのクライマックスとなるサイちゃんのロングトーンを目の前で浴びます。最高すぎます。あーちゃんのスネアロールも最高すぎます。そこからのラッサビへの展開も最高すぎます。そんな最高すぎるプレゼントパーフェクトも最後アウトロで思いっきりちゃんとして曲終わりを迎えます。本当に最高でした。その最高の感情のまま続けての13曲目のエンドレスストーリーに入ります。サイちゃんがお立ち台でシンガロングを思いっきり煽ってきますし、当然小鳩さんもピックを持った手を挙げてシンガロングを促してきますので、思いっきり声出してシンガロングせざるを得ません。ちなみにサイちゃんは1メロ中ずっとお立ち台で歌ってくれてましたので目の前で堪能できました。しかしヨーロッパでもやってくれてましたし、ダウンロードフェスではラストに持ってきましたし、日本でもやってくれるということはやっぱりファイナルの日本武道館でみんなで歌えるということなんでしょうね。想像するだけで涙が出そうになります。でも多分バンドメイドの曲の中で一番声を出す体力が必要な曲だと思いますので鍛えておく必要があります。どうやって鍛えたらいいのかは分かってませんが、サビのそれでいいよは問題ないのですが、おーおーおーが体力いりますよね。特に C メロの時とアウトロの時にミンチの素晴らしいギターソロを聴きながらサイちゃんのボーカルにかぶせて歌うところは大変です。でも頑張って歌って限界に達したところで演奏を止めてのシンガロングになるところは本当にいつも声が出なくなっているので悔しい思いをします。でもこの日もなんとか限界まで声を出して頑張りました。ミンチもちょっと泣きそうになってたと思います。最後まで頑張って声出した会場に向かって最後サイちゃんがサムズアップしてくれてましたので報われた感覚になりました。心地いい疲労の中始まった14曲目はデイズでした。またサイちゃんはお立ち台で歌ってくれます。私的にデイズを生で聴くのはこれで7回目になるのですが、今回は音源も聞いて歌詞カードも確かめた後なのでさらに好きゲージが上がった状態でした。だいぶ育ってきましたので手拍子とかちゃんととかはほぼ確立されてきましたね。別に誰かが統制するとかではなくて自然にそうなるのがバンドメイドのご主人様お嬢様という感じがいいです。デイズはサイちゃんのエモいボーカルはもちろんいいのですが、ミンチョの綺麗なカッティングとかあーちゃんのタム回しとかミサさんの感情を揺さぶられるようなベースラインとか小鳩さんの綺麗なハーモニーとかもとにかく秀逸だと思います。
それでデイズは最後のアウトロというか、ハーモニーがある意味クライマックスとも思えるところだと思っているのですが、やっと歌詞カードを確認できて、歌詞がララバヤグーナイウィズローゼスビリタイだというのを理解してから余計に心に染みるようになりました。子守歌でおやすみなさい、バラに彩られて的な意味でしょうか。バラと彩られてがなんか意味深な感じでいいですね。その綺麗なハーモニーを聞いて曲終わりで大歓声と拍手になります。ここで15曲目としてなんとフォービドンテールが来ました。4曲連続でエモい曲が来ました。サイちゃんの綺麗な歌声と小畑さんのコーラス、ミンチョのアルペジオに会場は静かに聴き入る感じになります。でも途中から入ってくるアーチャーのドラムとミサさんのベースでだんだん盛り上がっていって、サビに入ると手を振り上げて盛り上がってしまうので、また手が下ろせない感じになって、そのまま間奏でちゃんと出弾ける感じになります。フォービドンテールといえば、ご存知の方も多いと思いますが、フランス人のオーレンジさん、バンドメイドについての素晴らしい動画を作成されているおメイス様ですね。その方が一番好きな曲だと言われていたのに、唯一帰宅されなかったロンドンで悟りに入ったという出来事がありました。私はすぐに X でオーレンジさんにフォービドンテールやりましたよと伝えたら I know と返信が返ってきたのを思い出しました。でも確かにこのフォービドンテールは私的には現代版バンドメイド版ボヘミアン・ラプソディみたいに思っていて、展開が多いように全体としてまとまった曲になっていて、曲終わりの時に壮大な物語の読後感みたいなものを感じてしまいます。今回もそういう感情になって曲終わりを迎えて、会場からも大歓声と拍手でスタンディングオベーションみたいになります。まあスタンディングですからそうなんですが、ここで2回目の MC に入ります。さえちゃんのありがとう広島に大歓声が上がって、クソ暑いですに笑いが起こります。続けてさえちゃんの皆さんの熱気がすごくて私の熱気もすごいですにまた笑いが起こります。で、確か小畑さんが相乗効果がすごいっぽ、ちゃんと水分取ってっぽね、休憩時間ぽとか言ってくるのですが、私はドリンク交換してなかったので水分取れません。なので体を休めるだけにしました。小畑さんが深呼吸したければした方がいいっぽとかも言ってましたので深呼吸もしておきました。で、新曲の刑事をやったという話題になって会場から大歓声が上がります。小畑さんがヨーロッパでエナジェティックをやったということで日本はみたいになってたと思いますっぽみたいなことを言って、サイちゃんがリリースしたんだから日本で披露するでしょう的なことを言って会場は大歓声になります。会場から上がるかっこいいの声をサイちゃんが拾って、かっこいいよかっこいいもんとサイちゃんらしい返しをしてました。で、サイちゃんは皆さんこの重いサウンドラウドじゃねえみたいになるかもだけどこんなの待ってた人多いんじゃないかなみたいに言って会場は完全同意の歓声と拍手になります。で、作った人ということでミンチョにバトンが渡されます。ミンチョはみんなそろそろ重いの欲しいんじゃないのと思って作ったとか、サイちゃんの伸びやかな歌聞きたいし見たかったからみたいなことも言ってちょっと会場から笑いが起きたりしてました。で、サイちゃんしか歌えないって叫んで会場も大歓声になります。それを受けたサイちゃんがバンドメイドしか演奏できないし、あのギターはかなみちゃんしか鳴らせない、私の後ろのギターはかなみちゃんしかいないみたいなことを言ってミンチョが感激して目がキラキラみたいになります。ミンチョが MC とか気に入ったシーンを自分でマスタリングして集めてるので今回のも入れさせていただきますとか言ってました。ミンチョらしいですね。それでドラムが2フロアタムだという話題になってミンチョが今日はそうじゃないけどあーちゃんに2フロアで叩いてもらいたいイメージがあった的なことを言ってあーちゃんが前に出てきます。そのあーちゃんに向かってミンチョがザ・ウォーニングのパウが2フロア使ってたのを見てめちゃかっこいいあーちゃんもやってってなったとか言ってきて会場は笑いに包まれます。それを受けたあーちゃんが今日は持ってきてないけどねみたいに言って笑いが起きてました。で、あーちゃんがどこかでやるかもしれないのでお楽しみにとか言ってましたのでひょっとして武道館で見られたりしてとか期待が膨らみました。それでデイズの話題に移ってサイちゃんが4月からフライングでやってたけどリリースしてからは初めてなので引き締まった的なことを言ってました。確かにそうかもとか思いました。それで続けてサイちゃんが来年ライブ活動を小休止して2028年の15周年に向けてパワーアップし続ける、長くバンドメイドを続けるための小休止です、デイズはその再開の約束の曲です的なことを言ってくれて会場は大歓声と温かい拍手に包まれます。で、小畑さんが来年はインプットの年っぽねとか言ったらミンチョが修行しに行ってきますって言ったのでまた歓声が上がります。どこか海外でも行きそうな感じでした。で、残りはエナジェティックですが今日はまだやってないのでサイちゃんはエナジェティックは待っとけとか言って会場は笑いに包まれます。サイちゃんはワールドツアー中なのでエナジェティックはファイナルの日本武道館 2days までまだまだ育てていくよ的なことを言ってきて当然会場は大歓声となります。続けてサイちゃんがエナジェティックを聴いて歌って踊りまくって楽しい武道館を迎えようねとか言ってくるので会場から悲鳴のような大歓声が上がります。
それで瀬戸りの話になって、今回はミサさん選曲の曲が入っているということでミサさんが呼ばれます。その理由をサイちゃんが説明してくれるのですが、広島は岡山じゃないけどミサちゃんの地元みたいなもんだからと強引なこと言ってきて、会場も笑いが起こります。で、サイちゃんがミサさんに何か話しかけるたびに、ミサさんが笑顔で子供のような感じでうんって返事するのがめちゃウケてました。ミサさんのこういうの計算なのか天然なのかわからないですよね。サイちゃんに何を入れたんでしたっけと聞かれたミサさんが、お立ち台でマイクを持った小鳩さんの隣に乗ってきます。で、ミサさんがまずはアイステルシークリベンジって言ってきて、もうこれは絶対そうだと会場も私も思っていましたので、納得の歓声が上がります。次はダイスでセッションありにしたということと、トワエモアとフォービドンテールということでした。選曲理由はミサさんが好きな曲だからだそうです。好みが合いますね。あ、皆さんもですか。それで小鳩さんがミサのヒッポねとか言ったら、ミサさんはまた可愛くうんって答えて会場から笑いが起こります。でもそんな時に上手後ろではミンチョとあーちゃんにサイちゃんも加わって、小鳩さんがおしぼりで作ったらしいひよこで遊んでました。いつもながらの自由な時間です。小鳩さんに小鳩の作ったひよこで遊ばないでっぽーとか叱られたサイちゃんがミサさんに乾杯の挨拶やらないのとか言ってきます。ミサさんがやらない感じだったので、サイちゃんはヨーロッパでやって日本でやらないのは信じられないとかも言ってきます。そういえばヨーロッパでは各国の言葉で乾杯ってやってましたね。で、結局やることになって、ミサさんはお立ち台、サイちゃんもその横に立ちます。サイちゃんはミサさんに日本語でいいからとか促して乾杯させようとするのですが、でもミサさんは乾杯どころかいきなりビールを飲み始めて会場から笑いが起きます。小鳩さんにどうしてそうなるっぽ、何もかも忘れたっぽみたいに呆れられます。それで小鳩さんもお立ち台に乗ってきてミサさんを挟む形になります。でもミサさんは口に含むんだっけとか言ってビールを口に含みます。小鳩さんは慌てて違う、落ち着いてっぽみたいになりますが、これはミサさん完全に計算でボケてますね。サイちゃんは子供に言い聞かせるように乾杯って言ってみんなが返してきたら飲んでいいんだよみたいに言って、ついにミサさんがビールを持った手を上げて乾杯って満面の笑みで叫んで、会場からも乾杯が返されて大歓声が上がります。このミサさんの暴れっぷりに小鳩さんもサイちゃんも自由だねとか久々の日本だからとか言ってたら、ミサさんが笑顔で日本最高って言ってきて会場からまた大歓声が上がります。ミサさん本当に上機嫌でした。サイちゃんも外国ももちろんいいけど育った土地最高とか言って笑いが起きてました。で、その流れでサイちゃんが日本に帰ってきたし、ヨーロッパツアーでもすごいことやってたし、今日はすごいのが見れると思うなぁと小鳩さんを煽ってきます。煽られた小鳩さんがお立ち台に立って、小鳩のおまじないタイムって叫んできて会場から大歓声が上がります。それで小鳩さんは Do you know おまじないタイムとか英語で言うというボケを入れてきてくれます。それにサイちゃんは No, I don't know と乗ってきます。小鳩さんはサイちゃんに Really とか言ってボケ続けますが、会場から日本語で OK と昔の2チャンネルのミームのような声が上がって、小鳩さんはそうだっぽね、日本だっぽねみたいに言って収集します。サイちゃんがこのノリどうとか言ってきて会場から同意の大歓声が上がります。サイちゃんはダメって言っても手遅れとさらに続けて会場から笑いが起こります。で、小鳩さんがちなみに今日初めてお給仕に帰宅したというご主人様お嬢様いらっしゃるっぽーと聞いてきます。結構手が上がったので小鳩さんもサイちゃんも喜んでましたが、サイちゃんの前くらいのどう見ても子さんのお名士様が手を挙げていたようで、サイちゃんに嘘だとか言われてましたね。小鳩さんがサイちゃんに怒られたいからって嘘ついちゃダメっぽ、そういうサービスは行っておりませんぽみたいに言って、サイちゃんも別料金ですって乗ってきて会場は笑いに包まれます。で、気を取り直した小鳩さんが、初めての方は隣のご主人様お嬢様がすっごい手本を見せてくれるからそれを手本にすればいいっぽみたいに言って煽ってきます。小鳩さんは先輩たちはすごいので、その先輩が口開けてなかったら先輩どうしてですかみたいに聞けばいいっぽ、それで後輩が先輩に勝ちましょうっぽと分かるような分からないような説明をして、小鳩が萌え萌えと言ったらくだりに入ります。帰ってきた萌え萌えに当然小鳩さんは満足せず、やっぱり日本はシャイな人が多いっぽ、国民性の良さということっぽみたいに日本に帰ってきた感を演出して、今は普段のストレスを小鳩にぶつける勢いで来てほしいっぽ、しがらみとかムカつきとかは生きてたらあるっぽとまた分かるような分からないようなことを言ってきて会場から笑いが起こります。で、小鳩さんは今日はここで叫べるっぽ、そんな場所はなかなかないっぽ、普通大声で萌え萌え叫んだら隣の人に怒られるっぽ的なことを言ってマイクを外して萌え萌えって叫んできます。サイちゃんがそれ怖いとか言ってミンチョが怖くて泣くふりをします。
小鳩さんがなだめようとしたら、確かその民女がおしぼりで作ったひよこにピックを4枚刺したのを持ってきて、なぜかみんなに見せてくれます。さえちゃんが後で投げるからねと言ってきて、会場は期待します。取れた人は一気にピック4枚ゲットできますからね。で、小鳩さんが横道にそれたのを戻して、萌え萌えキュンキュンに入ります。あとは、広島とか、ジャパンとか、もみじまんじゅうとかやりますが、ウニほうれん草って小鳩さんが言ったところで、会場は何それみたいになります。さえちゃんに、ウニほうれんでしょ、そうはつけちゃダメと間違いを指摘されて、ウニほうれんって叫び直します。昨日食べて美味しかったっぽーとか言ってました。ウニほうれんを私は知りませんでしたが、後で調べたら一応広島名物の料理なんですね。美味しそうです。で、広島とか、バーンメイとか、ワールドツアーとかやって、最終コーナーに入ります。小畑さんのバーンって長いやつに会場もかぶせるようにバーンって返して、メイにまたかぶせてメイを返します。締めは何が来るかと思っていたら、小畑さんはバットを振るポーズで、カキーンって言って、カープーとかとんでもないことを言ってきます。案の定、さえちゃんが後ろで怒った顔をしています。会場から例のごとく、謝れとかの声が上がりますが、さえちゃんが前に出てきて、タイガースって叫んで、会場もタイガースって返します。小畑さんが負けずに、カープって叫んでくるので、これも返します。さえちゃんも当然また、タイガースって叫んできて、小畑さんは小さい声で、カープーって叫んで負けた感じになります。さえちゃんが、はい、みんな優勝と収集します。それで小畑さんはまた、バーンメイって叫んできて、会場からバーンメイって返すやつに戻して、エナジティックにエナジティックと返すやつを繰り返します。最後はマイクを外して生声でのエナジティックにエナジティックを返して、締めはズキュン、バキュン、ドキュンで止めて、応援団のように歓声を煽ってものすごい歓声が上がる感じになって、ズキュン、バキュン、ドキュン、ワオ、萌え、萌え、キューンでおまじないタイムを締めてラストスパートに入ります。さえちゃんの広島行けるかとかの雄たけびも上がります。ラストスパート最初16曲目はエナジティック来ました。まさにラストスパートです。ミサさんのベースソロで始まり、イントロに入って音源も聴いて完璧にマスターしたラララのシンガロングで盛り上がります。ヨーロッパツアーの時はこのエナジティックは MC 前でしたが、日本ではラストスパートの1曲目に持ってきたという感じですね。ミサさんのベースもずっと攻撃的ですし、アーちゃんのドラムも激しいですし、ミンチョの太いギターの音で奏でられるフレーズも素晴らしすぎます。もちろんサイちゃんの力強いボーカルも、小畑さんのシャープなコーラスも本当にエナジティックを感じます。サビはジャンプしてヘドバンして踊りたくなるようなリズムとメロディーですし、サビ終わりのサイちゃんのエナジティックって歌うところも最高です。そういえば日本では初披露だったはずですが、みんな手拍子とかちゃんととか息が合ってました。2サビ終わりからの C メロを挟んで、ミンチョのギターソロになりますが、これもかっこいいタイプのソロです。しかもその後にミサさんのベースソロも来るので、ぎゅうぎゅうの会場前方はまさにもみくちゃになりながら盛り上がってました。ラッサビも思いっきりジャンプして楽しんで、アウトロでラララのシンガロングになるわけですが、シンガロングの出来が良かったのか、最後はさえちゃんのありがとうをもらって曲終わりです。17曲目はインフルエンサーでした。最初の小畑さんのピックスクラッチかっこよかったです。最初のメロのところは頑張って両手を上げて手拍子します。1メロに入って歌い出す目の前のさえちゃんに目を奪われながら満員電車で揺られるように体を動かします。ヘビバディルークは小畑さんと一緒に会場も声出してサビに入るの気に入ってます。サビはもう手を振り回しながら盛り上がって、フーララララも小畑さんと一緒に歌います。楽しいです。このインフルエンサーはミンチョのギターフレーズも好きすぎますし、アーちゃんのフロアタムのフレーズもミサさんのベースもコード進行自体も好きすぎて、未だに私的トップ10に入り続けている曲です。当然サイちゃんのテクニカルなボーカルも小畑さんのシャウトを含むバックボーカルも最高です。2サビも楽しんでラップパートに入ってミサさんのベースソロになりますが、サイちゃんと小畑さんのフォーカスオンバースから真ん中の立ち台にミンチョとミサさんが立ってバトルになります。目の前で繰り広げられるバトルに圧倒されます。ミンチョはヤンキー煽りしてきますし、ミサさんはずっとピックを口に加えてベース弾いてます。ちゃんとで声出して騒ぐしかありません。最後はアーチャーのドラムソロで締めるのも最高です。それで通常のベースソロに戻ってワンモアオブショックでミンチョのギターソロの流れです。そこからは一旦ブレイクしてアーチャーのトリプルのドラムフィルから怒涛のサイちゃんのロングトーンと小畑さんのシャウトで最高に盛り上がってラッサビになって、普及実仕様のかっこいい曲終わりの締めで大歓声となります。大歓声の中、ミンチョが前に出てきて強烈なリフが炸裂します。18曲目はレディートゥーロックです。姿は見えませんでしたが、ミンチョの強烈なリフとアーチャーのドラムで体が突き動かされます。サイちゃんがお立ち台に立って最初のメロを歌い出してそのまま1メロに入ります。もうこのぎゅうぎゅうの状態で見て聴くレディートゥーロックは最高すぎます。
おおおおのシンガロングも力が入ります。サビに入るともう両手を無理やり上げて MV のダンスもどきみたいなので楽しみます。サイちゃんもちょっとだけやってくれてたように思います。もみくちゃな感じで踊ってるとお祭りみたいで本当に楽しかったです。2メロも思いっきり楽しんで、小本さんのやめられないしやるしかないなもう目の前で堪能して2サビも踊りまくります。2サビ終わりからの小畑さんの短いソロとミンチョ師匠のかっこいいギターソロもちゃんとしながら堪能して、落ちメロからラスサビです。ラスサビはやっぱりあーちゃんのバスドラどこどこを味わって踊ってたら本当に汗が止まらない感じになりました。サビ終わりで思いっきりシンガロングして最後のメロに入ります。ここはまた前の人の頭に気をつけながらヘドバンして曲終わりで書き回しに入ります。書き回しの中でサイちゃんが雄たけびを上げてくるのですが、なんて言ってるのかほとんどわかりませんでした。覚えてないのではなくわからなかったです。私もまだまだ修行が足りません。まあでもこう来ると当然続く19曲目はディリダリパーフェクトバージョンですね。目の前のサイちゃんに煽られながら頑張って両手を上げて手拍子しながらシンガロングします。あっという間に1メロ2メロが終わってブレイクに入ります。サイちゃんはなんか叫んでますが、当然メモなんて取れないのでメモってませんが、肩壊せよとか言ってたんだと思います。その手拍子とシンガロング中にミンチョが何かやって、あーちゃんがめちゃ笑ってた場面があったと思います。フロア前方は手拍子の手とリリッダリリリダリダリダのシンガロングで結びされます。それであーちゃんのスネアロールが始まってミサさんのベースソロに入ります。サイちゃんは多分よくできましたとか言ってくれてたと思います。手拍子は続けないといけないわけですが、ぎゅうぎゅうなのでたまに前の人の肩とかで手を休められるので手拍子し続けられました。小本さんのリズムギターソロ、あーちゃんのドラムソロも手拍子しながら堪能して、最後はミンチョのギターソロです。サイちゃんはずっと叫んでますが、もう楽器の一部みたいな感じなので何を言ってるのかは関係ないです。で、ソロ終わりで落ちメロに入って手拍子は継続でシンガロング再開です。さすがに肩も限界に来たところでラッサビに入りました。疲れすぎてエンドルフィンが放出されたような気持ちよさの中、ラッサビを楽しんで最後のかっこいい締めに合わせて拳を突き上げて曲終わりです。吹き回しの中、サイちゃんのありがとう広島、また絶対会おうな、次がラスト、お前らいけるか的な雄たけびが上がります。大歓声が上がり続ける中、始まったラスト20曲目は予想通りノーゴトでした。イントロでぎゅうぎゅうのフロアは煽るサイちゃんに応えて一斉にジャンプしながらちゃんとです。タイミングがシンクロしてればぎゅうぎゅうでもジャンプできます。ヨーロッパ遠征も経験してだいぶ体力がついてきたのか、このラストにノーゴトが来ても結構平気な体になったように思います。両手でルールルーもやってサビで思いっきりジャンプしながらシンガロングです。前方の満員電車でみんなジャンプするようなカオスを味わって感想もジャンプしながらちゃんとしますので、もうめちゃくちゃな感じになります。2メロからはサイちゃんが旗を持って歌い出すのでさらにフロアは盛り上がります。なので2サビでのジャンプはさらにもみくちゃな感じになりました。2サビ終わりのミンチの短いギターソロからサイちゃんと一緒にゲッダウンを叫んで真ん中の立ち合いに立つミサさんのベースソロにつなぎます。ソロ終わりで落ちメロから落ちサビになって頭前の人に頭をぶつけないように気をつけながらヘッドバンして後半はジャンプに戻りますが、いつの間にか仲良くさせていただいているお名刺様とど真ん中3列目で3人並んだ形になっていましたので、3人で肩を組んでジャンプして楽しみました。ラスサビ終わりでサイちゃんと一緒に We have got to win 叫んでアウトロです。旗を持ったサイちゃんが目の前で煽ってきますので、当然最後の力と声を振り絞ってジャンプしながら思いっきりちゃんとで声を張り上げます。足腰と声が限界まで来たところで曲終わりとなって、サイちゃんのサンキューをもらって最後の吹き回しになります。吹き回しの中、サイちゃんのお前ら最高だ、愛してるよ、バンドメルでした、また会おうなの雄たけびが浴びせられて大歓声が上がって書き回しの締めとなります。小本さんが前に出てきて、それでは行ってらっしゃいませ、ご主人様お嬢様、バンドメイドでしたっぽー、またお給仕でお会いしましょうぽーの挨拶で、バンドメイドワールドツアー2026のヨーロッパツアー凱旋直後、日本ツアー再開最初となるブルーライブ広島でのお給仕は幕を閉じました。大歓声と拍手とメンバーの名前が飛び交う中、ミンチョミサさん、小本さんのビッグ投げが始まります。今回はみんなめちゃくちゃ遠くまで投げてたみたいで、全て頭の上を通り過ぎていく感じでした。サイちゃんが例のピック4枚刺さったおしぼりで作ったひよこをいろいろ喋りながら、最後はピッチャー佐伯行きますとか言って目の前のお立ち台から投げてくれましたが、ピッチャー佐伯だけあってこれもはるか後方に投げられました。最後は満面の笑顔で手を振りながらステージアウトするメイトさんたちを感謝の気持ちで見届けて、ブルーライブ広島お給仕完結です。
いやいや、凱旋帰国からの最初の球児は本当に激しくて、もみくちゃになって盛り上がりまくりましたし、熱かったですし、海外とはまた違う日本ならではの良さみたいなものも感じられました。メイドさんたちは間違いなくパワーアップしていましたし、初披露となる新曲ケージも聴けました。日本で待ちに待ったお給仕ということで、会場のご主人様お嬢様の飢餓感と情熱もすごかったですし、本当にますますパワーアップして進化し続けるメイドさんたちを感じられました。悟りはヨーロッパツアーでの悟りをベースとして一部構成も変更しつつ、ミサさんの選曲曲と新曲のケージを入れてきた感じですね。今回のお給仕の感想はとにかく激しくて熱くて楽しかったです。恒例のさいちゃんのポストは、広島ありがとう、熱いライブだったね、楽しかったね、どうだったかな、ヨーロッパから帰ってきたバンドメイドは最高だったろう、ははは。ケイジも初披露したし、エナジェティックも日本では初披露、デイズもまだまだ育てていく。ハッシュタグバンドメイドで感想を教えてねでしたね。本当に熱すぎるライブでしたし、ヨーロッパツアーを経てのパワーアップを感じられましたし、初ケージも最高でしたし、エナジェティックもデイズもすでにめちゃくちゃ育ってました。私の次回お給仕帰宅は翌日6月28日の神戸ハーバースタジオです。3年ほど前に私が初めてお給仕レポートを動画で公開したライブハウスですので、ちょっと感慨深いものがあります。最後に今回もリキャップムービーが作成されましたので、それを共有して終わりたいと思います。バンドメイドワールドツアー2026 in Japan 広島終わりましたぽー。第12でしたぽー。ありがとうございましたぽー。おめちまんじ。はい。ということで今回は以上です。それではまた次回。